ゲイのマッチングアプリで30代男性と出会って待ち合わせ場所に行ったら芸人のナダルにいた明らかに50近いおじさんが全裸で待ってたので興味本位で来ちゃったのんけのふりして帰りました。まさきちたすです。皆さんこんにちは。おじさん本当にごめんなさい。でも私のタイプは白田優なの、小池徹平なの、生田斗真なの、伊能圭なの。きっとナダルがタイプど真ん中の人もいるでしょう。でも私は違う。ナダルはタイプじゃない。事前にもらってた写真はなんかこうよくわからないアングルの顔の詳細が全く伺えない写真だったけど、なんとなく雰囲気悪くないかななんて思って36歳だっていうから当時33歳の私はちょっとお兄さんだけどありって思っていそいそと待ち合わせ場所に赴いたわけです。待ち合わせ場所って言っても夜の公園だったんだけど、ついてメールしたら奥の多目的トイレに来てって言われて、はって思ったけど、私も期待値上がってたからドキドキハラハラしながらも向かったわけです。コンコンってドアをノックすると内側からドアが開きました。ガラガラと同時に現れるナダル。いやナダルではない、芸人のナダルに迷惑です。ここからはラダル、裸のラダルと書いてラダル、こう呼ぶことにしましょう。ラダルはニコッと微笑んで私を中に入れました。私は心の中でナダルじゃん、ナダルじゃん、絶対40代じゃん、嘘じゃん、全裸じゃんと思いながらもどっかでちょっと一夜限りの関係ってことでみたいな、あたかも百戦錬磨の人みたいなマインドでこの一切段階を踏まずに即本番みたいな夜を乗り越えようという気持ちにもなっていました。ラダルが鍵を閉めます。私の背筋が凍ります。ラダルが振り向きます。私は目をそらしました。ラダルが近寄って私のズボンを下ろします。私の目は完全に閉じています。無理。その段階で私の心は決まっていました。絶対に無理。世の中の多くの男性はノンケでもゲイでも体が良ければ顔はタイプじゃなくてもやれるとか、むしろタイプ外の方が興奮するとか言いますけど、どれだけラダルがね、あらゆる技巧をね駆使しても50年選手のベテランの技を繰り出しても私の体は一切それに反応しない。50年なわけないか。発展まで生まれた発展ベイビーみたいな、コインロッカーベイビーみたいな、そんなわけで私はもうその間ずっとどうやったらこの場から逃げ切れるか、ラダルを傷つけずに今すぐ切り上げて帰れるか、そればかりを考えていました。するとニッチもサッチもいかない様子にラダル自身が緊張してるのかなって言ってくれました。キモいけどありがとう。そう、それです。緊張です。男に最近興味を持ち始めたノンケという私が時々使っている設定を思い出し、私はラダルにこう言いました。男の人と会うの初めてですいません。そもそもなんでそんな設定をたまに使うのかというと、モテるんです。人気なんです、その設定。てかゲイの出会い系掲示板とかにいる人ってそもそも、ざっと見た感じですけど1割から2割くらいはノンケの人なんですよね。恋愛感情は女性にしか向かないけど性欲は男女どっちにも向くとか、男だけとか、そういう人たちがものすごい人数いるんで、ノンケだけど興味があってみたいに言っても誰も驚かないし、むしろへえそうなんだと喜ぶ人が多いんです。女は処女がいいみたいな価値観と似てるかもしれませんね。というわけで男の人と会うの初めてですいませんと言ったわけですが、もうねラダルがいい人、人格者。そうなんだ、いいよ、今日はやめとく。間違った。いい人。ラダルありがとう。ズボンを上げてドアから出ていくとき、すいませんでしたと申し訳なさそうに言うと、ラダルはさらに気をつけて帰ってね。間違った。いい人。ごめんラダル。でも次からは本当の年齢言った方がいいよ。この出来事以来、私は必ず会う前に顔のわかる写真を見せてもらうようになりました。今の話は2018年、3年くらい前の話なんですが、この頃の私はいろんな人と出会いまくって、デートだけの時もあれば、なんていうんですか、ちょめちょめ的なものもだいぶやったんですけど、実はその前は10年間ぐらい誰のことも好きにならず、誰とも出会わず、完全にノンちょめちょめってなんだろうねだったわけです。そんなノンちょめちょめだった私も、ようやく4年前に好きな人ができました。告白したら、1回2万円ならいいですよって言われてそういうんじゃないんだけどってなって、悔しさをバネに、よしいろんな人とやりまくるぞって、負けてらんねえよって
何に負けるのかよくわかんないですけど、奮起しまして、アプリだの掲示板なので、月に5人くらいと出会う日々が続いてました。そんな中で出会ったのがラダル。実はラダルはうまくいかなかった唯一のケースではありませんでした。というか、うまくいったというのが何を意味するかにもよりますけど、私の中で、満足と思えたのは1回か2回しかなかったんです。よくあったパターンは、会います。少し話します。そういう雰囲気になります。私は期待でドキドキです。さあ、今からおせっが始まります。というその時に私は一気に冷めてしまうんです。何やってんだろう。帰りたい。こいつ草。そんな風に邪念が頭に次々と浮かんできて、どっちが邪念だか分かんないけど、とにかく興奮しないんですよね。最初は10年もブランクがあったからかなとか、ED なんかなとか思ったり、もしかして私、のんけなんかと思ったり、でも次の人はきっと大丈夫と信じて出会い続けるみたいなことをやってたんですよ。で、いろいろ調べていたら、デミセクシュアルというのがあるらしいと。知り合いとか友達とかの人間関係がすでに生まれている相手にしか性欲が向かないことらしいんですけど、それって私そもそも普通のことじゃねって思ったんですよ。で、よく読んでみたら、例えばあのバーテンダーかっこいい、やりたいとか、あの新人女優かわいいな、やりたいとか、もうね、見た瞬間に性欲の対象になるっていうのが多くの人にとっては普通らしいんですよ。マジでって私は思ったんですけど、だって私かっこいいバーテンダーとか見ても妄想するのは、その人とソファーでくっついてネットフリックス見てるところとか、私の両親に挨拶する直前に緊張してる彼に大丈夫だよって言ってるところとかなんですよ。やりたいなんて知りもしない相手に思うわけがないのよ、私はね。だから、私デミセクシュアルじゃんってなったんですよね。で、そう考えたら、出会い系で出会った人と楽しくおせっかくなんてできるわけねえだろうと。当たり前ですよね。だって今会ったばっかだもん。で、実際昔からの知り合いとかその日に会った人でも普通に何時間も雑談とか食事とかした相手の場合は、相手にもよりますけど、そこそこ楽しい夜をね過ごせたんですよ。わあ、点と点がつながったじゃん。私デミセクシュアルじゃん。ちなみに全く誰にも性欲が向かない人というのはアセクシャルというらしいです。あとは私の逆で、初対面の人には性欲が向くけど知り合ってしまうと性欲がすぐに冷めてしまう人というのはフレイセクシュアルというらしいです。他にも自分のことを理解するために調べまくってたら、フィクトセクシュアルというのもありました。フィクションのキャラクターにしか性欲が向かない、そういうセクシュアリティだそうです。おい、オタクのお前ら聞いてるか？お前らのことだぞ。全員じゃないだろうけど、中にはいそうだよね。あとは、なんとかセクシュアルの部分をなんとかロマンティックに変えると恋愛感情の話になるんですって。アロマンティックは恋愛感情なし。デミロマンティックは友達から始まる恋。フレイロマンティックはすぐ冷めちゃう。フィクトロマンティックってのは聞いたことないけど、ガチでキャラクターにしか恋心が向かないんだろうね。デミ、フレイ、フィクト、あとはね、グレイってのもあるんだそうですよ。時にはとか状況によってはとか、めったにないけど相手によってはとか、そういうことらしいです。こういうのは全部ね、アセクシュアルスペクトラムっていうんですって。スペクトラムってのは度合いみたいな意味ですね。もうね、最近はいろんなカテゴリーがありすぎて、LGBT が LGBTQ になって、LGBTQIA になって、LGBTQIP2SAA になってすごいことになってますけど、私がね、デミセクシュアルって言葉を知ったときは、そうか、これなんか、私はこれかとね、ものすごく安心しました。よかった、仲間がいたって。だからね、レズビアンとかゲイとかトランスとか言ってもみんな個人でしょみたいな、あなたはあなたみたいな、俺はそういうカテゴリーで人を見たりしないなみたいな、そういうやつあるじゃん、言うじゃん。うるせえよと思うよね。そりゃカテゴリーはカテゴリーでしかないですから、個人は個人よ。道明寺司かっこゲイと一同霊かっこゲイだったらね、そりゃ道明寺はもう名前からして金持ちだしね、身長も顔も何もかも違うわけで、全く違う人生ですよ。それをね、一緒くたにされてもね、こっちだって困るわけです。どっちかっつったら一同霊なのよ。私もほとんどの人が道明寺みたいなキラキラしたゲイがいたらね、仲間どころか敵だからね、あんな本当にもう。でもね、生まれてこの方、自分はおかしいんだとかさ、
こんなの自分だけなんじゃないかとか思わされてさ、政治家には生産性がないから税金使うのはちょっとか言われてるうちらがね、カテゴリーを見つけて、あ、これだ自分って思えたらいいじゃない。仲間見つかったって思ったって、道明寺さんと私同じ系だわって思ったっていいじゃない。とりあえずその時だけでも。ってわけでね、ラダルには申し訳なかったけど、私デミセクシュアルみたいです。でもね、私バイセクシュアルでもあるんだけど、女性に対しては完全にフレイセクシュアル。知り合いの女性となんて考えたくもないって感じ。人の性って複雑ね。以上です。今日は洗濯と食器を洗いながらお送りしました。今ちょっと焦って洗濯機の蓋開けようと思ってガチャってなんかまだロックがかかってるのに開けようとしちゃったね。お恥ずかしい。まあよかったらこの後も私のね、洗濯したりしてる様子を、眺めていただいて、最後までよかったら見てってください。終わるよ。これ終わりだもん。これ最後に撮ったやつだもん。じゃあねー。バイバーイ。